どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。というわけで、今日は、何をするか言いますと、久々でございます。はい。久々の、パターンをね、モザイク編みのパターンをね、やっていこうかなと思うんですけど、いやね、以前にね、チロッと言ったかと思うんですよ。和物のね、柄をね、モザイク編みでやりたいな、なんつって。で、前に十字つなぎなんつうのをやって、それで落語ね、編んだんですけど、あんな感じでね、なんか日本の、なんつうの、その和物の柄っていうんですかね、和柄っていうんですか。そういうのをちょっとモザイク編みでやりたいな、なんつってちょっと思ってたわけなんですけど、今日はね、その中でも割と、十字つなぎに似たような感じで簡単中か、かなり規則的なので、ただね、ちょっとね、これね、そうだね、編み図がないとやっぱ、でもちょっとできないんだよね。で、今日何やるかっていうとね、こちらなんですよ。ペロンと、はい、ペロンと。これ、目がチカチカすんね、これ。ちょっと、チカチカしないこれ。これチカチカすんだわ、ちょっとね。これはね、もうほら、和柄でね、出てる柄ね、イゲタマンジっちゅう柄なんですよ。イゲタマンジっちゅう柄なんで、これはこのまま、ちょっと、こんな感じ。こんな感じにしといたらわかるかな。はい。とにかくね、これないとできないんですよ。できない。で、ちょっと目がチカチカしてどんな柄なのかちょっとわかんないわ、一個一個は。中人のためにちょっと編みました。チロッと一個だけのね。もともとはこういう、この、いっていうね、イゲタって書いてあるけど、いっちゅうね。これですよ。このマーク。これをね、ひたすら並べ尽くした、十字つなぎのような感じで並べ尽くした、柄なわけですけど、これをね、やっていこうかなと。ひたすらね。で、一面にボーってやったら、ね、バーってやったら、モザイク編みだとどんな風に見えるのっていう話ですよ。ね。なのでね、今日はね、これをやっていこうと思うんですよ。はい。早速やりますよ。用意するもの用意するものは特にね、ないよ。かぎ針で。かぎ針でね、あとは2色のね、糸。用意してもらって。で、今回使うのもいつも使ってるやつですよ。ね。いつも使ってるこの、MT のね、ベーシックってやつ、100%アクリルのやつで、太さ。これ自分で巻きしたの。これね。場所をね、節約しようなんつって思ってね。50g で140メートルっていうやつですわ。ね。3から3.5ミリ。この色でちょっとね、やっていこうと思うんですけど。で、こっちも白なんですけど、メーカー違うんですけど、中身は一緒でございます。はい。同じような感じでね、俺も巻き直しましたよ。場所をね。取らないようにしようと思って巻き直したんですけど、そうね、確かに場所は、節約できるけど、形が変わるからちょっとどうなのっていう感じもあるけどね、私のしまう場所にとってね。それはいいとして別の話だからさ。じゃあさっさとやっていこうか。ね。今日はどれぐらいの幅でやっていこうかなと思ったんですけど、一応46まで書いてあるんだけれども、そんなにいらないかなと実は思ってまして、っていうのも結局同じものの繰り返しなので、今回説明するためにね、ちょっと小さめにやっていこうかなと思うんですね。マークが完全に2つぐらいは入りきる感じの、どこやどこじゃちょっと目印つけとかないとわかんなくなっちゃうので、ちょっと目印をつけつつ、何で目印つけるこれにしよう。よし。これちょっと目印をつけつつ、今回は、ちょっと小さめに、ここ、27段ぐらいまでにしとこうかな。ね。27段ぐらいまでにしとこう。この辺ぐらい。で、こっちは、35ぐらいにしとこうか。ね。35くらいにしとくよ。はい。このぐらいにしといて。はい。ね。もうこれ全部編んだってね、紹介動画で全部編んでもしょうがないから。はい。じゃあね、ちょっと編んでいこうと思いますよ。結局ね、この編み方をね、どうやってやるかっていうことよりもね、編んだらどうなるのかっていう感じで、あとはもうこれみんなね、コピってもらって、ね。で、この柄が、やってみようかなと思ったら、やってみてほしいなと思うんですけど、なので、まずね、必要なのは、いくつ編めばいいの ?35 編んで、36まででしょうかな、じゃあ。35まで柄ということにして編もうかな。で、こっちは27までで、一番27段目は白で全部バーっといって終わりにする感じにするんで、はい。じゃあ、36目で今回はやっていこう。35までの柄っていうことなので、36目。ね。ここはもうすでに1で、一番端で、細編みの分
考えて書いてあるんでね。はい。じゃあ早速やっていこうと思うんですけど、まず6目。ね、36目鎖編みをしていこうと思います。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、針はちなみに7号でございます。はい。13、14、15、16、35、36。はい。36目編みました。はい。36目編んだら1つ立ち上がって、裏目をね、1つずつ、1目ずつ拾って、細編みをまず入れていきます。まあ、モザイク編みの平編みでございますから、また両脇バッツンバッツン切っていく方式ですけども、いろいろね、考えたよ。なんかね、切らないで済む方法はないかなとか。いや、あるんですよ。実はあるんですけど、どうしてもね、柄がね、綺麗に見えないんだ、その方法を使うと。戻ってこれるやつね。うん、切らなくていい方法っていうのが、実はあって、どうもでもそれをやると、なんかこう、なんていうの柄が綺麗に見えない。うん、なんか間延びしたみたいになっちゃって。なので、やっぱり両方で切るしかないなと思って、ね、やってるわけでございますですけれども、はい。まあ、とにかくじゃあこれをね、細編みを全部入れていこうと思いますよ。はい。はい。端っこまで編んできました。で、そしたら、一回これ鎖編みで通して、はい。で、これで切りますね。で、まあ、ピッとちょっと引っ張ってもらって、まっすぐにする感じで。はい。まず、ベースの第1段目が編めました。はい。2段目。ここで復習です。まあ、復習も何もないんだけれども、しょっちゅうやってっからね、私ね。モザイク編みは一段一段色を変えていく編み方です。まずね。うん。で、編み図の見方としては、一段一段色を変えていく。そして、ビャーっと、もう一段はその色だけで編んでいきます。じゃあ、この被ってるのは何なの？それは上から長編みで被せてるっていうことですね。長編みのところがバッテン印になってます。はい。で、編む時に見るのは、もう糸は変えたから、もう糸の色のことは気にしなくていい。ただその色でひたすら編んでいくだけですから。で、その時に編み図を見る時にバーっと見て、バッテンがないかどうかを確認する。どこにバッテンがあるかあるかを確認して。で、2段目は一切バッテンございません。なので、ひたすら細編みをしていくだけです。ただ、モザイク編みというのは、細編みをするときに必ず筋編みでやらないといけません。はい。上から長編みを下ろしてくるときに、筋編みの筋のところに引っ掛ける必要があるので、ですので、はい。これね、ちょっとあれだわ、喋りながらやってるから。なので、色を変えたらもう必ずその色だけで編むだけですんで、バッテンがあるかどうかだけをチェックします。で、2段目はとにかくバッテンないので、そのまま細編みで、細編みは筋編み、必ず筋編みでございます。その理由は、長編みで下ろすときに、その筋編みの筋が必要だからです。はい。大事だから2回言いました。はい。というわけで端っこ編んでいきますよ。端っこ、一目目、平編みの場合は必ず、細編み。普通の細編みをします。はい。なので糸を入れて、引き抜いて、で、私の場合は、こいつがそのまま編み進めると内側にピコーンと入ってしまうので、それが嫌なので外に出すために、ここをこうやって引っ掛けて抜くとき、これがね、立ち上がりですね。立ち上がりするときに、こいつも一緒に引き抜いてしまいますってことをね、最近やってるわけですけど、ずっとね、引き抜いちゃう。で、引き抜いておくと、まあこっち側ね、これ見ていただくとわかるけど、普通に編むところが全部内側にこういっちゃうからね。まあ内側に行っていいんだよっていう人はそのままでいいんですけど、私の場合はこうちょっと出したいもんですから、ね。なので、一緒にこうやって出すようにして編みます。はい。まあだから、必要な場合はそうやってやっていただければいい。そうじゃなきゃ普通に出していただければいいです。はい。で、ここに細編みを普通に一つ入れますね。普通の細編みです。そしたら、全部筋編みで細編みをこの段は編んでいきます。何にも他にすることございません。ただひたすら筋編みで1段。細編みを入れていくだけでございます。はい。じゃあ、ずっと入れとこうと思います。はい。で、ずっと、筋編みを編んできました。最後の目。ね。こっち側の最後の目も普通に細編みを編みます。平編みの場合は最初の目と最後の目は必ず普通の細編みを入れます。で、そしたらもう一回、鎖編みして引き抜いて、で、これで切ると。はい。で、これで2段目完成しました。はい。じゃあ3段目を入れていきます。ここで長編みが入ってきます。3段目。はい。まずは糸を通しますね。
糸通して、いいよっと。はい。で、キュッと引っ張って、で、ここに細編みを忘れないようにね、先に入れてしまいます。はい。じゃあ、どうやってやるのか見ていこうか。ね。何で見ていく？あ、これで針でいいか。ね。針で見ていこう。3段目。はい。3段目いきます。ここ白ですね。何もない。何もない。あ、バッテン来た。何もない。何もない。バッテン来た。この差が、要は、細編み、筋編みですね。こっちから。1つ目は普通の細編みだけど、2つ目以降は全部筋編みです。最後の目以外はね、最初と最後の目以外は全部筋編み。で、バッテンのとこは長編み。つまりここは細編みを1つして、長編みを1つして、細編み3つに長編み1つ、細編み3つに長編み1つっていう形で、この通りに、書いてある通りにしていきます。じゃあ、まず細編みを1つ入れますね。細編みを筋編みで1つ入れます。はい。で、そしたら次バッテンなので、長編みで下ろしていきます。長編みは普通にね、引っ掛けて、で、どこを引っ張るかっていうと、引っ張り上げるかっていうと、ここの下ですね。3目目。ここが3目目の目になるんで、3目目のところに引っ掛けます。筋編みのところに動いてね、引っ掛けて。下側から引っ掛けます。で、1個目、2個目と引きます。はい。引っ掛けて、3目目のここの筋編み。前段のもう一つ下。必ず同じ色のところに引っ掛けます。はい。なので白なので白に引っ掛けます。前々段の白に引っ掛ける。下から引っ掛けて、ここに長編みを入れます。はい。まず2つ引いて、最後に2つ。普通の長編みをすればいいだけですね。はい。で、そしたら、1、2、3と細編み。ね。何にもついてないので細編み。はい。筋編みで細編みを3つ入れます。で、そしたらまた長編みがここに1つ入ってるので、1つ長編みを入れます。はい。長編み。間3つ空いてるので、下も同じように3つ開けた4つ目。4つ目の筋編みの筋に引っ掛けて、で、ここに引いて、まず2本、2本とね、2本ずつ2本ずつ引いて、これで普通の長編みになってますね。はい。で、そしたら次、また3つ細編みをします。3つ細編みをして長編みを1つ入れます。3つ筋編みで細編みを入れたら、長編みを入れます。はい。はい。で、次は数が変わるんよ。1、2、3、4、5個細編みをして3つ。はい。5個細編みを1、2、3、4、5で長編みを1つ。はい。で、次は1、2、3で長編みを1つ。1、2、3で長編みを1つ。はい。で、次は1、2、3で長編みを1つ。これの繰り返しですね。1、2、3で長編みを1つ。次は同じですね。1、2、3。ね。ここに細編みを入れて、長編みを1つ。次も1、2、3で長編みを1つ。1、2、3で長編みを1つ。で、ここの時点で今日は36目でやってるので3個余ってるはずです。3個余ってるので、ここは細編みを2つ入れますね。筋編みで。入れます。で、そしたら最後は必ず普通の細編みになるので、筋編みじゃなくて普通の細編みを最後の目には入れて終了。はい。3段目はこれですね。はい。こんな感じになってます。これはだから本当になんていうの、全部が全部その三つ置きとかって入れていくやつじゃないんで、マジでこうやって斜めにずれていくから、これは本当ね、編み図見ないとね、ちょっとちんぷんかぶになるわ。ね。うん。じゃあ難しいっちゃ難しいかもしれない。簡単な柄なんだけど難しいんだよね。はい。じゃあ4段目いきますよ。4段目。
4段目引き抜いて、はい。引き出してか。はい。で、ここに細編みをまず普通に入れますね。はい。普通に入れました。4段目。じゃあどうやっていくのかな。今入れたところがこの一番最初の目ですね。で、次、いきなりバッテンでございます。はい。バッテン。で、細編み、バッテンになってるので、ちょっとその通りに今入れていこうと思います。まずは、細編みじゃないよ。長編みを一つ。ここも同じです。前々段の同じ色のところに長編みを一つ、こうやって下ろして入れます。で、ここの長編みの上は細編み。長編みの上は必ず細編み。この前段で長編み編んでるところの上は必ず細編みになります。はい。基本的には、ここに被ってくる。ね、この上をどうしていくのかっていうのは、この次の段の別の色が決めるのではなく、さらにその上の白い段が決めることになるので、ここでは長編みが絶対に入れられないわけです。次の段の別の色はね。なので、長編みの上は必ず細編みになりますんで、ね。これはもう迷うことないと思います。はい。で、そしたらこっち側にももちろん、ね、今入れるっつった長編みをこうやって入れますね。はい。長編みを入れます。そうすると、おっと、こういう感じになってまいりました。はい。じゃあどうするか、次は。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個細編みをします。見るのはバッテンだけです。すでに青で編むとは決めている段なので、見るのはあとはバッテンがあるかないかだけでございます。ここ9目。ね。この柄は一応だから全部で、何目だっけな。端から始めたら11。今回は今、この部分を編むとこに来てるんで、そうすると、何すっかっちゅうと、ここはもうずっと、はい、9個、細編み。4、5、6、7、8、9。はい。9個細編みをしました。はい。で、9個細編みをしたところの次は長編みで下ろしていきます。はい。長編みを引っ掛けて、で、長編み。はい。で、9個の後はどうなってるのかな。そしたら、あとは1個置きですね。1個置きに、長編みを5つ下ろしていきます。まずね。はい。今、1個下ろしました。9個置きです。あ、9個置きじゃない。1個置きに長編みを5つ下ろしますね。2番目。3番目。で、細編みをして4番目。で、細編みをして、次が5番目。はい。5個下ろしました。5個下ろした後に次はまた、1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個。細編みです。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。で、ここで細編みで、細編みじゃない、長編みを下ろします。で、そしたらあとはまた、1、ここは繰り返しになるんですけど、柄がずれてきているので、同じじゃないので注意しないといけない。必ず編み図をチェックしないといけないんですけど、とりあえずまあ1個置きです。このまま素直にずっと進んでいくんだと、1個置きで長編みを下ろすのを4つ繰り返す感じになるんですけど、ここはもう終わりのとこなんでね。入れられるだけ入れるって感じ。何個入れんの ?1 個 ?1 個だけだね。はい。1個だけですね。で、そしたら、最後は必ず細編み。はい。こんな感じになります。何のこっちゃって話だよね、これね。何のこっちゃ。よくわかんないな、柄が。はい。じゃあ次進んでいきます。そのうち見えるようになってきます。モザイク編みとはそういうものでございます。はい。やっぱね、モザイク編みのね、楽しいとこはそこなんだよね。編んでって、何この柄って感じなんだけど、編み図通りにやっていくと、あら、柄ができたみたいなね。次、その段、編んでるその段ではちょっと柄がね、まだわからないっていう感じじゃないですか。ね。はい。じゃあ、次いきます。5段目。5段目の白です。まず、細編みを1つしたら、長編みを1つ下ろします。細編みをして、はい。長編みの上は必ず細編み。はい。細編みをして、ここで1つ下ろします。はい。下ろします。で、そしたらまた、細編みを3つして長編み、細編みを3つして長編み、細編み3つして長編み、細編みを3つして長編み、細編み3つして長編みをあと4回繰り返しますね。ここまでね。4回繰り返します。はい。1、2、
3で下ろす。1、2、3で下ろす。1、2、3で下ろす。1、2、3で下ろす。はい、どうかな。はい、これで4つ入りましたね。で、次。1、2、3、4、5。はい。5個細編みを入れて下ろします。1、2、3、4、5で下ろす。で、あとは3で下ろすの繰り返しですね。1、2、3で下ろす。1、2、3で下ろす。で、最後は1、2と細編みを筋編みで入れたら最後の目に必ず普通の細編みを入れて終了。はい。ちっともわからんなっていう感じですね。はい。次。6段目。はい。端っこをまず細編みにしますね。細編みを入れます。糸を通して必ず細編み。はい。じゃあどうなっていくかな。次は6段目。6段目。まずは1、2、3、4と細編みを入れます。で、バッテン下ろします。1、2、3、4。はい。で、そしたら1つ下ろします。はい、下ろしました。そしたら、次は、1つ細編み、1つ下ろす、1つ細編み、1つ下ろす、1つ細編み、1つ下ろす。はい、1向きを4回、今1つ入れたからあと3回だね。はい、入れたら下ろす。入れたら下ろす。入れたら下ろす。はい。はい。こんな感じになりましたね。はい。なんとなく形が出てきましたよ。はい。次。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここで9ですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9と細編みを入れたら長編みを1つ下ろします。はい。次どうなってるでしょう。そしたら1つおきに5回繰り返します。1つおきに長編みを下ろすのを5回繰り返します。5回、なのです。あと4回ですね。4回入れてきます。1つ編んで下ろ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 す。はい。これで全部で4回最後ね、最初に編んだとこと、もう一つその先で 4回繰り返しました。で、次どうなってるか。次は1、2、3、4、5、6。最後まで細編みです。1、2、3、4、5と入れて、最後は普通の細編み。はい。で、引いて、貯金。はい、6段目が入ってこんな感じになりました。なんとなくね、なんとなく見えてきた。見えてきたような気がする。その程度でございますけれども。はい、次7段目。7段目を入れていきます。
はい、引いて、細編みを入れます。はい、じゃあ7段目見てきます。7段目、最初1つは細編み、そしてバッテンが入ってます。で、ずっと見ていくと3。まず最初やるか。ね。じゃあ最初に細編みを1つ筋編みで入れたら長編みで1つ下ろします。はい。で、次。1つ下ろしました。そしたら3つ細編みをして7だっつの。はい。すいません。3つ。3つ細編みをしてバッテン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 。3つ細編みバッテン。1、2、3、4、5、6回繰り返します。はい。1、2、3と編んで、下ろす。これを、あと、全部で、1、2、3、4、5、6ね。はい。全部で6なので、1、2、3で下ろす。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 はい。1、2、3、4、5、6、7、もう一個やな。はい、もう一個。1、2、3で下ろす。そうだね。はい。はい。これで全部で今6回繰り返したんですけど、こっから数えて端っこから数えて1、2、3、4、5、6、7つ入ってますね。バッテン。7段目。まず最初に細編みを1つしてバッテン入れたので、こっから数えると1、2、3、4、5、6、7とバッテン入ってます。次、1、2、3、4、5個。細編みをして1つバッテンをします。はい。1、2、3、割れた。3、4、5でバッテンなので長編みを1つ下ろして、で残りは細編み筋編みで1、2と入れたら最後の目を普通の細編み。はい。何編んでんかちょっともわかんないよって話なんですけど、本当にね、柄が見えてこないうちはね、こんな感じです。今。なんじゃこりゃ。まだよくわかりません。はい。ここ入れます。8段目いきます。はい、8段目はどうなってるでしょうか。細編みを入れて、はい、8段目。8段目、いきなり下ろしてますね。一つね。いきなり下ろして、今編んだのここですからね。8段目、いきなり下ろして、で、また細編みをして、いきなり下ろすと。なんかさっきのに似てるね。そうだね。はい。いきなり下ろします。はい。いきなり下ろして、細編みを一つ入れて、いきなり下ろす。はい。さっきのもなんかそんなことしたね、どっかで。でね、この辺りになってくると柄見るじゃないですか。ね、それ見ると編めるようになってる人も多分いると思うんですけど、次どうするか見ていくと、とりあえず細編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9個。ね、9個入れた後に、またバッテンを入れていくんですけど、細編みをとりあえず9個入れていきますね。1、2、同じこちゃった。3、にゃ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 。3、4、5、6、7、8。はい。9個入れました。はい。で、9個入れたので、次はバッテン。ね。バッテンを1個おきに4つ入れます。とりあえず4つ入れます。はい。1個長編みをして、1個細編み。長編みをこの1個飛ばしで4つ。はい。はい。4つ入りました。はい。で、次どうなってるの？次。1、2、3、4。また9個だ。9個か？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。また9個だ。ね。9個。はい。9個細編みをまたします。1、2、3、4、5、6、7、8、9入れたら、下ろす。はい。で、次は1個置きですね。1入れたら、下ろして、1入れたら、下ろして、はい。で、最後のから2番目のところ、もう一つ
筋編みを入れたら最後に細編み。なんかちょっと法則が見えてきませんか？どういうことだろう。今編み図を見ながら数字でね、何個何個って言ってきたんですけど、この柄っていうのは一つの柄が斜めにこうやってずれてってるわけです。斜めにずれてるってことは、必ず一段編んだ、その白の部分だったら白の部分ね、3段目と5段目と7段目っていうのは必ず同じ箇所があって、それがずれて編んでるだけなんですね。わかるかなね。今なんかやったことあるなって今でね、やったことあるなっていうのは、それもそのはずなんです。4段目6段目見ていくと、やり方としては全然違うように見えるんだけど、やってることは同じで、それがずれてるだけなんです。それの繰り返しなんですよ、言ったら。なので次9段目ね。9段目どうなってるかっていうと、はい、入れます。で細編みを必ず入れて、じゃあ9段目どうなってんの？ 9 段目最初は12345と細編みをしますね。細編みをします。そういえば必ず白編んでると3個置きか5個置きかどっちかが出てくるよねっていう話じゃないですか。ね。でこうなった時に、今5個筋編みをして1つ下ろしますね。じゃあその次は白はいつも3つ置きだった気がする。そうか。白は3つ置きだったな。それ以外は。1、2、3。で下ろしてみる。柄見たら、なるほど。絵になってる、ここが。じゃあ次は ?1、2、3と編んでみて。で、柄を見ると、ここ下ろすんだ。で、じゃあ1、2、ちょっと待って、割れた。2、3と編んでみて。下ろすんだ、ここ。とにかく、いの形にすればいいわけですから。で、1、2、3。で、柄を見る。ここも下ろすんだ。1、2、3。柄を見る。ここだよ、下ろすんだよ、ここも。つってね。はい。で、次、1、2、3と編んでみる。ここちょっとちっちゃく四角になってるだけだ。でもこの柄でこんなちっちゃく四角だけの柄はあるわけがないので下ろすんです。下ろす。ということで、こんな感じである程度編めてくると、ね、こうやって見て3個。で、ここ最後のとこですけど、ここはどうすんだろうって、こういう時はね、最後の時は分かんないからちょっと見てもいいけどさ。ね、今9段目でしょ。9段目、ここを下ろすんだわ。ね、下ろすことになってますわ。なので、はい。こうなってこうなるか、そうだね。はい、下ろします。ここは最後、下ろして、で、一番最後、細編みね。なので、こうやってある程度、同じ柄の繰り返し、同じ模様の繰り返しは、最初の方はちんぷんかんぷんなんですけど、途中から柄を見て編めるようになってきます。はい。次、じゃあ、そういえば、じゃあ、青は何の繰り返しだったっけっていうのを思い出してくださいね。ちょっと端っこ。はい。引き出して、入れます。はい。で、これが、10段目になるので、次は2つ細編みやんね。2つ細編み。よし、2つ細編みしよう。はい、2つ細編みをします。で、その後1つ降りてましたね。降りてたね。そうか、降りてたね。降りてた。じゃあ次どうすんだろうってパッと見たときに、これを、いの形にしてあげなきゃいけないんだから、1個編んで、ここ下ろすのねと。で、1個長編みの上、
細編みでしょ、必ず。次はね。編んで。で、ここは、形にしてあげればいいか。ここも下ろすのね、と。ここは一向きのとこだわ、そういえば。っていう話でね。青のところは一向きか、間9が入るところ。ね。なので、一向き。さあ、ここまで一向きした。次どうなってんの？次。ここは長いところだ。ここを下ろすとこないじゃんっていう話なわけですよ。ね。白で抜いてるので、白を「い」の形にしてあげなきゃいけないので、これは周りを編んでいく感じなので、ここは9ですね。細編みを9します。4、5、6、7、8、9。で、そうすると、ここは下ろしてあげて、ここを閉じてあげる。そうすると、形ができてきた。はい、次。ここ降りたんだから、とりあえず1個。9個の後はもう一向きだからね。そしたら、もうここ一向きだわ、つってね。一向きに入れてってみる。ね。はい。で、一向き。はい、入れて。で、ここはどうすんのって。ここはずーっと横長いとこだ。横長いところはぶっつぎっちゃいけないからずーっと細編みだ。つう形でね、こうやって柄を見て編めるようになってくると思います。はい、最後まで細編みです。で、一番最後が普通の細編み。ここまで来ればもうほぼ編み図を見なくて大丈夫。端っこのところだけね、平編みの時はね、注意しなきゃいけないけど、あれどうすんだっけってね。だから最初と最後だけ見ればいい感じになってくると思います。次、白また入れます。次、11段目。なんか引き抜いてるぞ。一緒に。引き込んでるぞ。まあいいか。はい。で、引っ張って。で、ここ、角っこじゃない、端っこに細編みをして。はい。で、11段目。じゃあどうなってんのって。1、2、3。3つ細編みしてんな。じゃあ3つ細編み入れよう。つって、1、2、3と入れたときに、見ると、3入れた後、ね、なんで3で止まってるかしたら必ずその次は長編み来るからなんですけど、なのでここを長編みしますね。で、どうなってんのって見たときにまた、1、2、3ととりあえず編みます。白のところの場合は、細編みが、一番短いもので連チャンで3なんですよね。3と5、どっちかだったじゃないですか。なので、とりあえず3を編んでみます。編んでみると、こここうなってる。ここ長編みじゃんって話ね。とにかく、いの形にするわけだから。ここを閉じちゃうと、次のいの形にならないんでね、ここでもう来てるんで、そういうのを見ながら、柄を編めるようになってくださいね。はい。パッと見たときに、ここどうすんの？ここだ。いにするんでしょって。いにするんでしょ。ここを下ろす必要ないよね。だからここが5個のところだわっていう話ですね。5編んで、で、ここを下ろす。で、5を1回下ろしたらしばらく3なので、1、2、3で1つ下ろす。で、また1、2、3と編んで1つ下ろす。もう数字で覚えるのと目で覚えるのと両方。2、3で1つ下ろす。で、1、2、3と編んでみて、パッと見て、縦線のところ、じゃあ下ろすんだ。で、1、2、3と編んで、パッと見て、縦線のとこだ。よし。って言って下ろす。で、最後、細編み。ね、数字を頭に入れておくのと、柄を見て編むのを同時にやる感じです。はい。ね、形になってきた。なんとなく見えてきた。次、12段目。
12段目どうなっていくかな。12段目青だから、青の時は1個置きか間に9っつうのがどっかにあったなーっていうね。うん。そういう風に考えながら恐る恐る編んでいきます。はい。どうなってんのここ。どうなってんのここ。あっつってね。わかんなかったら見てもいいですよ。もちろんね。12。これいきなり下ろすんですけど。はい。で、ここいきなり下ろしますね。一つ。で、そしたらバッと見ると、あ、ここ長いとこだ、横に。ね。横に長いとこじゃん。あ、ってことは、ここ9だわ。つって、1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、長編みね。9だわって言った時点で9編んだ後に長編みが入るのは必須なんでね。はいはいはい。で、ここを見た時にどうするんだ？ここインにしなきゃいけない。こここうやって囲わなきゃいけない。ここも囲わなきゃいけない。お、なるほど。では、細編みを一つして、ここで一つ下ろす。で、囲ってあげなきゃいけないから、細編みをしたら、また長編みで囲ってあげる。お、囲えた囲えた。一つ編んで、また同じようにここも囲ってあげる。で、細編みをして、ここも下ろす。はい。お、囲えた囲えた。はい。こんな感じですね。で、ここはいくつだろうつって位置を見て。お、ここも長いとこじゃん。ね。っていう話で、ここ9つ入れていきますね。3、4、5、6、7、8、9で下ろす。お、ね。そういう感じよって話です。で、ここも囲ってあげるところなので、一向期のとこですね。9の後は一向期がしばらく来るので。ざっくりという感じでいいんですよ。そんな感じで。9個の後は一向期がしばらく来るよっていうね。そんな感じで。あとは柄を見ながら判断していく。こんな感じですかね。難しい柄の場合はなかなかできない時あるかもしれないんだけど、こういう単純な柄の繰り返しの時には、そういうやり方をするかな、私は。とりあえず最初少し編んで、柄が見えるように、ある程度見えるようになったら、あとは数字。結局単純なことの繰り返しなので、毎回やってることは同じなんだけど、それがずれてるだけ。毎回やってることは同じ。ね。白なら白、白、白。ね。青なら青と、青と、青と。やってることは同じだけど、場所がずれてるだけ。ということが頭にあれば、あとは、もう、どこの位置で、例えば青の場合は1項期とね、9個が入るところがあって、で、白の場合には3項期のところがずっと続いてきたら、ポコッと5つのところが入ってくる。みたいな、そういうのをざっくり頭に入れながら、あとはもう柄を見ながら編んでいけるようになると思います。ね。ざっくり説明しましたけど、やっぱりね、同じ柄の繰り返しっていうのはやっぱり最初は難しいんですよ。うん。ちょっと難しい。ちょっと複雑な感じに見える。見えるだけなんだけど、うん。だけど、しばらくは編み図をこう見ながら、何段か5段、6段、何段かはね、まあその人それぞれだろうけど、編んでみて、なんとなく柄が見えてきたら、あとは柄を見て、数字を頭に入れて、柄を見ながらこうやって編んでいくことができますよっていう。そうするとここまで来るともう難しくないでしょ、だって。こうやって柄を見て編んでいけばいいから、この段の場合には、これ長編みだから、まあ必ず細編みですよね、と。ね。ここは編み入れられないから、長編みは絶対次の、すぐの段はね。ここをタッチできるのは、この白じゃなくて青なんで、長編みを編もうか、細編みを編もうかっていうね。ここで柄をどうつなげていこうかって考えるのは、その色だけですから。青の場合は次の段の青。白の場合はね、前段の白からね、次の段の白が決めていくわけです。そういう感じがモザイク編みです。ちょっとややこしいかもしれないけどね、最初はね。なので、パッと見るとここは、ここの部分だ。よし。じゃあ、ここは細編みじゃん。っていう感じ。1、2と細編みを入れて。で、ここ、縦の線じゃん。縦の線だから長編みだよ。っていう話で、長編みを入れて。で、基本は3の繰り返し、プラス、ね、5が1箇所っていう話なので、3を入れて、で、長編み。
で、とりあえず3を入れます。細編みで3つ入れたら、次の柄見ます。そうすると、この真ん中のところはね、こういう四角あるけど、この柄と柄の間で、四角にちっこく入るところはないので、柄のど真ん中の四角だけなので、ここは下ろすんだなということがわかります。で、1、2、3と編んでみてパッと見ると、もうここも同じですよね。なので、ここにも下ろす。はい。で、次、1、2、3と入れてみてパッと見ると、あ、ここ下ろしたら変なことになりますね、柄が。ってことは、ここが5のところじゃん。つって、1、2と編み足すわけ。ね、編み足すわけです。で、編み足したら、ここじゃん、下ろすとこっていう話でございます。はい。じゃあ、こんな感じでね、この柄を続けて編んでいきたいと思います。はい。予定のところまで編んでいこうと思います。さっさと編みます。はい。さっさと編みます。はい。で、下ろすと。はい。というわけで、一応ね、予定の27段まで編んでみました。こんな感じでね、こんな小さなモチーフといいますか、ね、これを連続してつなげていくと、こんな感じになりますよっていうね、目がチカチカするぞっていう人ももしかしたらいるかもしれない。だけどやっぱり、なんだろうな、こういった柄をね、こう一直線にガーッと入れていくのもいいけど、こうやって斜めにこうずれていくっていうね、このある意味なんていうのかな、この柄をパッと見た時のめんどくさそうっていう感じだけど、めんどくさそうだけども実は同じことを繰り返してるんだよっていうのが分かれば、あとはちょっと編み図はもう本当に補助的な感じで柄を見ながらね編み進めることができるかと思います。そうするとね無限に進めるよねっていう話になるんで、これでねまたね前回十字つなぎで編んだようなああいったなんだろう、ラグみたいなものをねまた今後ちょっと編んでいきたいかなと考えております。ということでぜひねこれちょっとこの柄ね和柄ですよね、和柄の一つこんなのもいいじゃないと思った方はねぜひ編んでみてください。というわけで今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画ですぐにお会いしましょう。ということで本日はここまで。さよなら。久々にね、そうだな。ちょっとね、おやつの整理をしたんだよね。なんだおやつの整理って話なんだけど。ちょっと、おやつタイムやりまっか。ね。食べちゃいたいものがあるんで。ちょっとやりましょう。はい。どうぞ。はい。というわけで、おやつタイムでございます。はい。今日はですね、なんだっていうね、さっき、おやつ整理をしたって言いましたけど、何かっていうとですね、毎回うちの家人のね、お仕事でおやつを持って帰ってくるっていうのがございますね。で、その中で残ってたおやつがありまして、で、それをね、うちの家人とね、分けっこしたわけですよ。ね。誰がどっちを食うっていうね、1個しかないものだから、半分ずっこっていうこともできたりできなかったりっていうものがね、でとりあえずでも何が食べたいって言われたんでこれとこれとこれって言うんで私が選んだやつ以外は家人にね押し付けてってわけじゃないけど興味ないからそれはそっちで食べていいよっつってね押し付けたみたいな形ですけどでその中から残ったものをねちょっとね今日はねどれいこうかな、どれにしようか、全部開けるかね、全部開けてみよう。もうおやつタイム、ちょうどねおやつタイムなんだよね。もうおやつタイムだからで、なのでちょっと全部開けてってみようかなと、味見をするためにね。で残ったのがですねこちら計算大名、縦に読むんだと思うんだけどわかんないけど、これ台湾ですね。台湾のお菓子、なんか日本にもこういうのあるじゃないですか。甘納豆が入ってるやつとかねあるじゃない。でそんな感じなのかなと思って、これとあともう一つ台湾のお菓子、なんだかわかりません。全くもってわかりません。ここにねちゃんと台湾って書いてありますよね。台湾って書いてある。なんだろうと思って、多分ねなんだろうね、触った感じはクッキー系のなんかだと思うんだよね。でもう一つ全然台湾じゃないんですけど、これはマニーチョウ
なんだこりゃって話で全くもってなんだか分かりません。でも多分チョコモノじゃないかなと、このなんか色的にね。これはねどこのお菓子かっていうとね、エクアドルって書いてあったね。スペイン語が書いてあったから、スペイン語でどこだろうな、多分南米だなと思って見たら、これ、ね、エクオーターね、エクオーターってフランス語だけどエクアドルって書いてある。エクアドルのお菓子。はい、これね全部今日ね開けてってみようと思います。まずはまあこれからいこうか。じゃあね、見た目なんとなく想像がつくような、なんだろうって感じだけど、ちょっと開けてみようと思います。テトラパックっていうんですかね、三角パックのこういうやつですけど、思ったよりちょっと硬そう。なんだろうねこれね、赤いですけど、なんでしょうね。ちょっと食べてみますね。なんだかわかんないからとりあえず食べてみるしかないね。これ食べてみようと思います。なんだろう、台湾。中華系の味だよね、やっぱりね。ちょっとね、お菓子で食べるんこれっていう。台湾の人もこういうの食べるのか。なんつったらいいんだろう。日本人的にはお菓子じゃないなこれ。しかも物がなんだかわからない。全然わかんない。何これ、知ってる人いるこれ。すんげえ変な味。中華系の味なんですよ。何これ、八角とか入ってそうな感じ。ちょろっとだけね。ダメだ。私これごめんなさい、台湾の方。私全然好きくない。これ食えんなし。そう思ったん。ちょっとね疑ったんよ。だから一番最初に開けたのよ。正解だったわ。一番最初に開けて、これはちょっとなんつったらいいんだろう。お菓子じゃないよこれ。なんだろうこれ。何の味だろう。とにかく中華系の味。って感じ。はい。ちょっとここ置いときます。はい。次、台湾。おいしい。今日、ジュース飲もう。今日の飲み物、ちょっとここで出すと、お口直しに。今日はね、ジュースを持ってきました。はい。パゴっていうやつで、シンス1888って書いてあるね。プレミアムフルーツ。フレーザーって書いてあるね。これ。フレーズってのはフランス語だ。これはあれじゃない。イタリア語じゃろ。ね。パゴ。これってどこの国のやつなの？なるほど。書いてあった。もともとは、レジスタード、ブランドマーク、ライセンスドバイ、エクスグラニニ、オーストリア、なんとかなんとか、オーストリアって書いてある。オーストリアのメーカーなの？そうなのかな？わかんないけど。美味しいんですよね、これね。日本で売ってるかな？売ってるかわかんないんだけど、これ美味しいのよ。でね、これもね、うちの家人がお仕事に持って帰ってきたやつなんですけど、美味しいんですよこれ。ちょっとね、今日はだからフレーズでいちご味のジュース、これちょっと飲んでみようと思いますよ。はい。いちご味は飲んだことないかもしんないなこれな。ちょっとコップとか持ってきたらよかったね。コップ持ってくるか。ちょっと待ってて、コップ持ってこよう。はい。いつものように準備が悪い私でございますが、ちょっとコップ持ってきました。はい。色がね、どんな感じなのか、コップに入れた方が分かりやすいと思いまして、ちょっとコップに入れてみましょう。はい。お、結構ドロドロですよ。そう、結構濃い感じなの。はい。はい、こんな感じで、いちごの香りがプーン。こういう少しドロッとした感じのね、こういうジュースで、フレッシュなジュースでございます。じゃあちょっといただきます。ね、お口直しだ。口直し。うまいね。これはちょっとね、出てもらって外に。はい、美味しいです。非常に美味しいジュースでございます。はい。でね、ちょっとね、これをね、飲みながらね、はい。で次、台湾のこの袋を開けてみましょう。ね。これは老用っていうのかなね、こういうマークなんだろうね。全然読めないね。三つ星しか読めない。はい。三つ星。3スターズ。こんな感じでございます。そうだね。やっぱりクッキーみたいな感じかな。なんだろう。なんだろうこれ。なんだこれ。
とりあえずでもなんだこれ食べてみるしかないよね。なんかパイ生地みたいな感じかもしれないね。ちょっとねパイ生地の焼いたなんかクッキーみたいな感じにした感じのお菓子。ちょっと食べてみようと思いますよ。もちろんはい食べます。なんだ何これちょっと待って。何これ。いやパイみたいなんですよ。サクサクっていうかねそういう系なんですけど味何甘いのかしょっぱいのかわからない。両方なんですよ。生地自体はほんのり甘いんだけど塩も入ってて多分でなんだこれ説明のしようがないねこれ。感覚的には例えば日本でさうなぎパイみたいなのとかあるじゃないですか。ゲージパイとかねああいうやつ。あれが砂糖がかかってなくてちょっと塩味が効いてる感じかな。食感としてもそんな感じかな。これは甘いという人もいるかもしれないししょっぱいという人もいるかもしれない。両方微妙。でも両方の味がすんのよ。しょっぱくもなくて甘くもないんじゃなくてしょっぱくって甘いんだわ。不思議。でもね甘さはそんなにすごい甘いわけじゃない。ほんのり甘い感じでしょっぱさもそうほんのりしょっぱい感じ。なんだこりゃ。でもこれ癖になりそうだね。これ好きな人は好きかもしれない。ただなんか入ってると思うんだこれ。ほんのりねなんだろうほんのりただのパイ生地じゃないんだよ。なんか入ってるよね。中華系だからやっぱりなんだろうこれほんのりかすかにね香るね。エビみたいなエビせんみたいなかといってじゃあエビなのかっつったらまたそれもちょっと違いそうな感じのちょっとわかんないけどとにかくうっすらとなんかの味がする。なんだろう食べたことある人いるこれ。何が入ってんのこれ。なんだわかんないわ。でもこれ多分好きな人は好きなんだろうなっていう感じのお味でした。はいこれはいいです。これいい。これ画面の中に入れといてあげる。はいじゃあ最後にちょっとこれいきますかね。ちょっとゴミがあれだけどこんなの後でねやりいいだけの話だから。なんだこりゃ。でもチョコモノなのは間違いないと思う。エクアドルのチョコ菓子。ほらねそうだね。じゃあこれを最後に食べて、終わりにしようかと思いますよ。はい表面はどんな感じ。こんな感じだわね。普通にチョコバーみたいな普通のチョコかな。普通にチョコだ。なるほどね。でもなんかこのさちょっと白くなってるのが気になるよね。まあでもエクアドルのチョコってのはどんな感じなのかな。一応でもエクアドルってカカオの産地でもあるよね。だからチョコあったりするじゃんエクアドルのチョコとか。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。不思議な味。これもまたエクアドルってカカオの産地だけどだからフランスってさチョコ屋があってでいろんな国のカカオを使ってチョコをね作ってるじゃないですか。どこどこの国どこどこの国っつっていろいろ国名がついてたりとかっていうお店ももちろんあるんだけどその中にもちろんエクアドルってあるんだけどなんて言ったらいいのかな。これ子供用でしょ。要は子供用っていうか普段食べる用のお菓子なんでなんだろうそのチョコレート屋が作るチョコとはやっぱり違うわけですよ。それはもちろんなんだけどフランスにも日本にもないこういうチョコのお菓子って感じかな。味的には混ざり物多いっすねでもねまたチョコの味がちょっとあとなんか入ってるんですよ。こうやってこう日本でいうとこのなんだろうなんだこれナッツ系のやつかな多分ね。そうだね。これはなんだろう。アズキャーヌマンテキャドゥキャキャオレチェオンテラオンポルボマニコンゴベルチュラクロコントマニハリナドゥトリゴオーティフィカーダアズキャールサルイアンチオキシドントリコールデカカオエミュルシフィカントラクティナドゥソヤポリミスチノレアートドデポリグリセロールサボールアーティフィシャルバニリアバイニリーナですね私のスペイン語力
スペイン語力で言わせていただくとですね、分かったのはね、カカオとね、牛乳、オンフェラオンポルボ、なんだろうなこの意味。まあ牛乳かなんかのやつが入ってってね、あとはね、コベルチュラなんか塩とカカオと豆乳サボールアーティフィシャルバイニリーナ、これはわかるわ。これはねあれですよ、匂い付けのやつ、香料だね、バニラの香料が入ってんな。あとはなんだよくわかんねえな。まあいいや。はい。というわけでございます。何が入ってるかよくわかりませんが、はい。そんな感じで、まずくはないですわ。まずくはないけど、やっぱり工場で作ってるようなものなので、ね、これが何なのか、ね、書いてあるけど意味わかんないから。まあ、ちょっと違うね。国のチョコの味をね、試してみたいっていう時にはいいかもしれないね。まずくはない。でも結構塩が効いてる。さっきも塩って言ったけど、塩入ってるって言ったけど、結構塩味が効いてるね。その甘さだね、これね。しょっぱ甘い感じ。ちょっと。ただカカオのパーセンテージは多分そこ低いと思いますよ。こういう商品なんでね。何パー入ってるか知んないけど。日本でいうとこのなんか純チョコみたいな。そんな感じだと思います。まずくはない。まずくはないけど、毎日これを食べたいとは思わないな。毎日食べるんだったらね、普通のフランスのチョコのがやっぱいいや。エクアドルでどれぐらいのね、このチョコをね、現地で作ってるかは知りませんね。カカオが取れたとしても、じゃあその国でチョコが作られてるかっつったら、それはまた別の話だと思うんで、ね。こんな感じで今日は、食べきりました。食べきった。テーブルの上が、こんなの後で綺麗にするからいいんだけど、とにかくジュースは美味しいよ。うまい。マジうまいこれ。今日はこっちメインでもよかったかな。というわけでね、今日はね、2つのお菓子をね、食べてきました。はい。どっちもね、結構特徴があって、で、フランスではなかなか食べられない味だし、日本でも食べられない味だと思います。いろんな国のね、お菓子っていうのはね、またこれから手に入ることがあったら紹介していこうかなと思いますね。このお菓子知ってる人ね、ちょっと教えてくださいよ。ね、エクアドルにいたことあるよ。食べたことあるよとかね。台湾でよくこのお菓子食べたよ。なんちゅう人はね、ちょっと、コメントください。はい。なんか忘れてる？2つのお菓子今日、食べた。一番最初に食べたやつはあれはお菓子じゃないから。あれはお菓子じゃないわ。これね。これちょっと出すわ。変な味だよ、これ。そんなわけでね、またお菓子、はい、食べていこうと思います。というわけで、今日はここまで。はい。じゃあね。バイバイ。そう。最後にね、これ、もう一回映しとくよ。これ、マジうまです。